はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日はですね、旅行のお話をしたいと思います。なぜかというと、もう皆さんね、コロナの時代はもう終わりに近づいているというか、もうほぼ終わったよね。そう。で、日本にもかなり観光客の人が入ってきて、賑わっております。ありがとうございます。はーい。もうお金落としてってくださいね。はーい。ということで、皆さん、今年から来年から、海外旅行に行きたい、日本に行きたいという方、たくさんいると思うんですよ。で、今回は、私が行ったことある国を紹介したいと思います。はい。そんなに多くないんですよ。私は全部で6カ国に行きました。6カ国。アメリカ、韓国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、タイ。この6カ国ですね。で、どんな体験をしたのか、何が良かったのかを、ご紹介しますので、皆さんがね、次旅行に行く時の、参考になればいいなと思います。で、そして、ぜひコメントとかで、皆さんが行って良かった国のおすすめポイントとか、なんかそういうのをシェアして、ちょっと意見交換ができたらなと思います。はい。まずですね、まず一番最初は、アメリカですね。アメリカは、私4回行ってるんですよ、アメリカ。意外にも。私こんなに行ってたってびっくりしてるんですけど、ニューヨーク、ロサンゼルス、シアトル、ラスベガス。この4つの大都市に行ったことがあって、そう。いろんな縁があって、4回行ってるんですけど、そう。ニューヨークはまずギラギラしてる。ギラギラっていうのはなんかみんな夢とか目標とかあって、なんか成功するぞっていう気持ちの人が多くて、目がこうキラ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 ってしてる。この目がギラギラしてるっていうんですけど、なんていうの、成功するぞっていう人たちが多いから、やっぱ、なんか、なんて言うんだろう。夢に溢れた街だなっていうふうに思いました。その反面でね、ホームレスの人とかも多くて、ちょっと社会の闇も見れるのがニューヨークですね。はい。で、ロサンゼルスは、やっぱビーチが好きだったりとか、私はね、ロスね、楽しかったんだけど、あんまりビーチよりは山派っていうのもあるし、ロスはね、マジおしゃれすぎて、ついていけなかった自分が。マジでおしゃれ。おしゃれすぎて、本当になんか自分たちなんかこんなところにいて申し訳ございませんっていう気持ちになったのがロス。その時大学生だったからお金もないし、なんか本当子供が迷い込んじゃったみたいな感じだったんで、はい。でもロスも素敵ですね。で、シアトルはね、観光っていうよりは住みたい街っていう感じで、綺麗な街でしたね。はい。で、最後ね、ラスベガスはお金があったら楽しいです。ラスベガスはマジでお金ないと超つまんないと思う。でも、お金を持って友達と行ってください。はい。そんな感じ。で、次はやっぱ韓国ですね。韓国はね、えっ、とね、皆さんご存知の通り、エンターテインメントの街なんですよね。街っていうかもう国。だからなんか K-POP とかドラマとか好きな人はいいと思います。はい。あと、化粧品とか服とかね、そういうファッションとか興味ある人もいいと思う。そして韓国料理ね、辛い。マジで辛い、韓国料理。私はね、辛いの苦手なので、本当あんまり楽しめないんですよね、韓国料理を。美味しいんだけどね、辛いんだよ、マジで。だからそういうの好きな人は、やっぱおすすめ。やっぱ女子旅がおすすめかな、韓国は。女子旅行。楽しいと思いますよ。はい。私はね、ソウルに2回行ったことあって、でもソウルしか行ったことないので、次はなんかチェジュとかね、そういうちょっと景色を楽しみに、行きたいなとも思っています。はい。でもね、ほんとドラマとか K-POP 好きで、なんかナムサンタワーで写真撮りたいみたいな思ってる方はもう韓国は楽しいと思いますね。はい。次はカナダ。カナダはね、私の過去の動画をご覧ください。もう、私はカナダは好きなので、おすすめです。はい。自然って感じ。で、次は、オーストラリア。オー
ストラリアはね、私が行ったところがまたロスにちょっと似てる感想なんですけど、おしゃれすぎた。マジで。私が行ったのがサーファーズパラダイスっていうところと、あとバイロンベイとモートンアイランドっていう島なんですけど、まずサーファーズパラダイスは名前の通りなんかサーフィンしてる人とかが多いのよ。だからなんていうんだろう、結構お金持ちな感じの人が多かったなっていう、そのリゾートを楽しみに来てる金持ちが多かった感じがする。そう。で、バイロンベイっていうところがあるんだけど、もうここも、マジで、なんだろう、モデルですかとか、引退した芸能人とか、なんか、若い、なんかおしゃれなインフルエンサーとかが多くて、おしゃれだった。おしゃれ。で、みんなやっぱサーフィンとか、なんか、ほんと朝からアサイーボール食べてますみたいな感じのおしゃれな人が多くて、すっごい楽しかったんだけど、やっぱちょっとレベル高いなと思ったね。で、モートンアイランドっていう島に行ったんだけど、ここではね、イルカが見れるのよ。イルカを見たいっつってイルカを見に行ったんだけど、ここもね、やっぱちょっとおしゃれだったからちょっと場違い感が半端じゃなかった、私は。うん、私たち。女3人で行ったんだけど、ちょっと場違い、私たちちょっとここ馴染めてないかも、みたいな感じはあった。まあでも楽しかったね。やっぱオーストラリアはね、平和。平和で優しい。街の人たちとか、みんな優しくて、楽しかったですね。そう、おしゃれなこととか、やっぱ海好きとか、サーフィンとか楽しみたい人は、やっぱオーストラリアはいいと思いますね。うん。あとは、ニュージーランド。はい。ニュージーランドは、大学の卒業旅行で女6人で行ったんですよ。いや、すごい面白い旅だったんですけど、でっかい車借りて、ニュージーランド結構ちっちゃいので、北から南へ全部行ったんですよね。ニュージーランドはね、すごい私、バンクーバーみたいな感じで、ちょっと田舎で、ちょっと都会みたいな感じですごく居心地が良かったですね。そう。なんかね、ほんと羊いっぱいいんだよね、あそこ。本当に羊がいっぱいいんだよ。人間より羊いっぱいいて、やっぱ自然はすごかったね。星空とか見に行ったんだけど、ありえないぐらい綺麗だった。だし、なんか、山の中でエアビーみんなで借りて、泊まって、乗馬とかしたり、湖で遊んだりとかして、なんかほんと自然を楽しめたのがニュージーランドで、ニュージーランド私すごく好きでしたね。すごく好きだった。うん、やっぱ人も優しいし、オーストラリアと同じで、平和な感じがしましたね。おすすめ。はい。あと、ラム肉がうまかった。ラムめっちゃうまかったね。はい。あとは、タイ。タイだね。最後かな、タイだよね。タイはね、実はね、私、一番この6個の、6カ国の中でもう一回行きたいのはタイなのね。で、なんでかというと、タイってマジでなんかディープな国なんだよね。私が行ったのはバンコクとアユタヤなのね。でバンコクは、都会なんですけど、なんか古い文化も残ってる、古い街並みもあったり、スラム街みたいなちょっと怪しい場所もあったり、でもすごいお金持ちたちがいっぱいいる、綺麗なデパートとか綺麗なホテルとかマンションとかもあるのよね。で、それがなんかもうぐっちゃぐちゃになってんのよ、バンコクって。なんかその雰囲気がすごく面白い。すごく面白いね。と思った。はい。で、食べ物も美味しいし、まあ、タイ料理も辛いんだけど、やっぱりすごい美味しいし、まあ、日本の物価に比べると、やっぱ安いんだよね、タイって。だから、なんていうの、ロサンゼルスとかオーストラリアで感じた場違い感、やべえお金ないみたいな。ちょっとおしゃれについていけないみたいな感じとかもなくて、すごく楽しめた。なんていうの、ローカルなところとか行って、その、ナイトマーケットとか行って安いなんか小物とか買って楽しめたっていうのがめっちゃ良かったね。で、タイの人もやっぱ優しい。うん。タイも優しいのがやっぱね、いいね。はい。でアユタヤ遺跡に行ったんだけど、アユタヤマジで綺麗だったね。ねえ、ちょっと衝撃ですね。はい。おすすめです、アユタヤ遺跡。で、ゾウとかがいたりして、いや、マジでね、タイほんと楽しかったな。
って思ってる。そう。私、あんまりアジアの国に行ったことがないので、タイにももう一回行きたいけど、次はインドネシアとか、あとはシンガポールとか行ってみたいなと思ってます。はい。なんかすごいなんかディープな街がいいんだよね。ねえ。わかる？はい。そんな感じで。皆さんはどんな国に行ったことがありますか？はい。私はこの6個の国の中で、一番おすすめはタイかもしれない。タイ。でもニュージーランドもおすすめだけどね。自然だったらニュージーランドで、なんか、ディープな文化を見たいのはタイって感じかな。まあ、それぞれね、いいところがめちゃくちゃあるんだ。買い物だったら韓国とか、やっぱお金持って遊びたいんだったら、アメリカ。で、ゆったり過ごしたいんだったらオーストラリア、カナダとかね。はい。そんな感じで。まあ、ぜひ皆さんの旅行体験とかもぜひ教えてください。はい。まあ私はね、ヨーロッパに行ったことないので、次はヨーロッパに行きたいんですけど、まあちょっとね、チケットが高すぎるので、いつ行けるかなっていう感じです。はい。じゃあ今日は、私の旅行経験についてでした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。なんだろうね。YouTube の、ゲームライブ、またやったので、ぜひアーカイブ見てみてください。はい。で、文法についての動画とかもアップしてます。前回アップしたのが、みたい、ようだ、らしい、ぽい。この4つの、意味の違いについて説明してますので、興味ある方ぜひ見てみてください。あと、ペイトレオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトレオンでは、ボーナスポッドキャストのお休みポッドキャストとか、私のブログが見えたりとか、あと、このポッドキャストで使われたフレーズとかの説明もしております。はい。あとは、シャドーイングコース、こちらも募集してます。発音上手になりたい人とか、会話の練習してみたいっていう人とか、なんか興味ある人、参加募集してます。よろしくお願いします。はい。シャドーイングコースね、みんな頑張ってますね、毎週毎週。やっぱりずっと続けてる人ね、上手になってる。なんかフィードバックとかも、きっちりしたいんだけど、やっぱね、うまいな、マジでフィードバックするところないなっていう人とか最近出てきてるので、皆さんの頑張りが見えて、私も嬉しいです。はい。引き続き皆さん頑張りましょう。はい。お米が炊けました。ということで、お腹が空いたので、ここまで。それでは、また次回。さようなら。